Hi, welcome back. ようこそ。The past few weeks we've been talking about what is a Christian exactly. クリスチャンとはどういうことかについて過去2週間お話ししました。And primarily I've been quoting from the Sermon on the Mount in Matthew. 主にマタイの三条の水訓のところから聖書を引用しました。I think as I've been going through those, maybe it would be helpful to have a better image. その進めていく中でより良いイメージをつかむということがとても大事かなと思います。And there's a story in Luke chapter 7 that I think very much describes the first 2 or 3 of the Beatitudes. この三条の水訓の最初のこの8の幸福の2、3を説明するのにルカの7章の説明がとても良いと思います。Specifically, we're going to be talking about the poor in spirit. 特に心の貧しい人、霊において貧しい人について話しています。And we'll just go from there, but I'd love to tell you a story. そこから始まって、このストーリーを少し話したいと思います。So Luke chapter 7, starting at verse 36. ルカの7章の36節から。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に疲れた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛を拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では2人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪を許されていると言います。それは彼女が余計に愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女にあなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。What's so amazing about this story is that it very much reflects the beginning of the Beatitudes. これはまさに三条の水訓の8の幸福のその最初のところを表していると思います。This woman comes in and Simon makes it very clear that this woman is not an amazing woman. ここに出てくるシモンという人は、この女性があまり良くない女性であるというような表現をしています。And because of this, this woman is aware that she actually is also such a low woman. 実際この身分的にも非常に低い女性でした。And because of this, she approaches Jesus so humbly. ですから、とても謙遜な態度でイエス様に近づいています。I think it could be said that she was aware of that she was poor in spirit. まさにこの霊において自分が貧しい状態であるということを彼女は自覚していました。And with this attitude, she approached Jesus. その態度を持ってイエス様に近づきました。And you could tell that she was so aware of her sin. そして自分の罪をはっきりと自覚していました。We know this because she was crying. 彼女は泣いていたことから見てもそのことはわかります。And this wasn't like a small tear. そしてそれはただ少し涙を流したという程度ではありませんでした。She was crying so much that she could literally wash Jesus' feet with her tears. その水で涙の水でイエス様の足を洗うことができるほどに涙を流していたということ。Blessed are those who mourn. 悲しむのは幸いですとイエス様は言われました。She was aware of her current state of life. 人生の自分の今の状態をよく自覚していました。She was broken to a point where all she knew to do was to cry. 本当にもうするべきことが泣くことしかない。
ような状態であるということが分かったわけですね。But at the lowest point in her life, she was able to recognize who Jesus was. でもその人生の一番低くされたような場所から、イエス様が誰であるかということを彼女は気づいていました。And she emptied everything she owned. That oil was extremely expensive. 彼女が持っていたそのオイルは非常に高価なものでした。She gave Jesus all that she had, and she was able to, from that place, receive something. そして、彼女はその自覚から何かを受け取る、その準備ができていました。You know, in Matthew, we read recently that blessed are the poor in spirit, for they receive the kingdom. 先ほどのその三条の水訓の言葉では、心の貧しい人は幸いです。その人は神の御国を受け取ると約束されています。And blessed are those who mourn, for they will be comforted. 悲しむ人は幸いです。その人は慰めを受け取ると約束されています。Which is exactly what happens at the end of the story. まさにこの物語の最後で女性が受け取ったものがそれでした。When Jesus says, your sins are forgiven, イエス様があなたの罪は許されていますと言われたとき、what do you think that did for her? その言葉はどのような影響を彼女にもたらしたでしょうか。 What a comfort. どんな慰めを受け取ったでしょう。 She can have a peace now about what has happened in her life. 彼女の人生に起きていろいろなこと全般に平安を受け取ることができました。But even more than that, he says, the very last sentence is, your faith has saved you. それだけではありません。あなたの信仰があなたを救ったのですとイエス様おっしゃいました。Which is receiving the kingdom. つまり神様の御国を彼女は受け取ったんです。Suddenly, because of how she approached Jesus, she is now able to be with Jesus for eternity. イエス様に正しい態度で近づいたことから、イエス様と永遠に共にいることができる、そのような権利を受け取りました。This is the beginning of a Christian. これがクリスチャン生活の始まりを表しています。I think it's too easy for us today to see people approach their faith as a new believer and look okay. この新しいクリスチャンとしてイエス様に近づいて、もう大丈夫だよという時にとても簡単に言ってしまうことがあります。And I'm not saying that they have to, it's okay to be dressed nice. I'm not saying that's not okay. もちろんとてもいい服を着たりすることは良いことです。But this is an amazing example. でもここに一つの例があります。And if a woman or a man approached me and this was how they entered the kingdom, I would believe it. もし誰かこのように、キリストに近づくならば、そのようにして御国を受け取るんですよっていうのも考え表されています。These are the people that have already given everything and they've decided to fully follow Jesus. この人たちはすでに全てをもうイエス様に明け渡して従いますという準備のできている方々であることがわかります。We know later that this specific woman connects and stays connected with Jesus for the rest of his ministry. 実際この女性はこの後イエス様にずっとその交渉外のミニストリーの間ついていく人になりました。She's not one of the 12 disciples, but she becomes a disciple of Jesus. 12弟子の一人ではありませんでしたが、確かにキリストについていく弟子となったんです。And this is what it should look like today. 今日もこのようであるべきだと思います。Someone comes to know Jesus, 誰かイエス様を知るために近づいていきます。but then also someone is there to lead them from that point. またそこから導いていく人が必要です。The next time that I do a video, next week, 来週ビデオを撮るときに、we're going to be talking about blessed are the meek. この、柔和な人は幸いですという言葉を見たいと思います。Another way to use the word meek is the peaceful or the humble or those that don't use power. 柔和というのは、この謙遜であって、自分の何か権力とか力を用いずに平和的に生きる人のことです。There's a very interesting thing that happens in this next beatitude. There's like a transition that takes place. 次のこの三条水訓の一節に入るときにある変化が起こります。And at least in the English version, the very last thing that Jesus says to her is, go in peace. この、ルカの最後のところで、英語ではですね、平安のうちに生きなさいと。And I think this is going to be really introducing this next concept. まさに、この平和のうちに歩んでいく。Because a Christian is yes, a Christian comes in, they are low, they are empty.
クリスチャンは空っぽの状態で、とても低い状態でイエス様に近づきます。But something shifts and they receive other things. しかしそこで他のものを受け取って何かがシフト、変化します。So I can't wait to talk about next week. 来週が待ってないような気持ちですが、I think it's going to be very fun. とても楽しい話になると思います。So let me pray and then I'll see you off. 最後にお祈りしたいと思います。Yeah, Lord, thank you for this amazing example of the Beatitudes. この三条の水君の態度を表しているこの女性の物語を感謝します。Lord, I pray that you give us a person that we can see who is as humble as this woman. そしてこの女性のように謙遜にあなたに近づく。Lord, give us people in our life that we can lead to you. そしてそのような人々に私たちが出会ってまた導くことができるように助けてください。Lord, thank you for your example. あなたの示してくださったこの模範を感謝します。Lord, give us eyes to see and ears to hear. 私たちに見る目を、聞く耳を与えてください。And Lord, give us the grace to be courageous in carrying out your great commission. そしてあなたの宣教命令を実行するための大きな勇気を与えてください。Lord, more than my videos, teach us what it looks like to be poor in spirit and to mourn. このビデオで話した以上に聖霊様によって本当に霊において貧しくなって上乾くということを教えてください。Lord, give us a conviction to be in your word more. ますますあなたの御言葉に生きる確信を与えてください。Thank you, Jesus. イエス様感謝します。Alright, guys, bless you. Amen. また来週お会いしましょう。感謝します。